こんにちは、さゆりです。今回は防災について話したいと思います。皆さん、防災という言葉を聞いたことがありますか？防災の漢字は、防は防ぐですね。で、防災の災は災害の災です。つまり、防災は災害を防ぐという意味です。どうしてこのテーマにしたかというと、今、SNS でですね、主に TikTok なんかで、2025年の7月5日、日本で、大きな災害が起きる、大災害が起きると噂されています。予言がありました。全く科学的根拠はないんですけど、そういうニュースを見て、これはいいきっかけだと思いました。どうしてかというと、日本は、すごく魅力的な国ですよね。でも、やっぱり自然災害が多いんですね。それを心配しながら日本に住んでいる外国人の方が多いと思います。だから今回は、もし災害があった時に何を用意しておくべきか、どこに行くべきか、何を持っていればいいか、どの、情報を信じたらいいのかっていうのを、このエピソードで話したいと思います。はい。ではどうして日本では、防災をしなきゃいけないのかですね。皆さんご存知の通り、日本では多くの自然災害があります。特に大きく3つあります。地震、台風、そして津波です。ここ数年では国全体が影響するほどの大きな災害はないんですが、災害が起きてから72時間、つまり3日は国からの支援物資、国からのグッズ、物が届きにくいと言われています。はい、支援物資、サポートしてくれるものですね。だから、東日本大震災、2011年以降から、日本人の人の多くは、防災用品を、準備している家庭が増えてきました。近年では、外国人居住者、外国人居住者っていうのは日本に住んでいる外国人、外国人居住者の人も、アクセスがしやすいように優しい日本語であったり、その他の多言語、いろんな国の言葉でその情報、インフォメーションが、載っています。自分が住んでいるウェブサイトに必ず載っているはずです。はい、それをぜひ、確認してみてください。はい。で、ここからは私が準備している防災グッズを紹介したいと思います。で、まず必ず必要なものから紹介していきます。一つ目は水です。で、私は普段飲む水は水道水を飲んでいます。でも、その災害の時は水道が止まったりしますね。だから水が飲めなくなります。ですから、この水を、少なくても3日分、用意しておくといいと思います。1日に必要な水は、3リットルと言われています。ですから、3リットルかける3日分は9リットルですね。このペットボトルは、2リットルなので5本必要です。私は6本持っています。で、次に食料ですね。食べ物です。食べ物は自分の好きなものでいいと思います。多くの人が持っているのは乾パン。缶に入ったパンを、買っている人が多いですね。あと、その缶に入っているお菓子とか、クラッカーとか、そういうものもあります。で、私はご飯が好きなんですよ。これはハイキングの時にも使えるんですけど、水で食べられます。水で美味しいご飯ができるんですよ。他にもあるんですけど、今手に持ってるのはエビピラフと五目ご飯とドライカレーです。はい、すべて、水でできます。もちろんお湯でも作ることができます。
カップラーメンとかもいいかなと思うんですけど、お湯を沸かせない状態を考えると、水もしくは何もなくて食べられるものがいいと思います。そして賞味期限。賞味期限っていうのは、その食べ物が美味しく食べられる期間が長いです。私が持っているものだと、2029年の9月までとなっています。はい。で、これはですね、実際に、ハイキングに行くときなんかにも持って行ったりします。だから、この賞味期限が近くなったら、ハイキングに持っていこうと思います。でも、まだまだ先ですね。次、3つ目。意外と盲点。意外とこれを知らない人が多い。特に先進国の人。トイレですね。はい。先ほども言ったように、災害が起こると水が使えなくなります。で、私たちが住んでいるところは、だいたい水を流すトイレですね。水洗トイレです。だからそのトイレも使えなくなっちゃうんです。で、私は、このような非常用トイレセットを買いました。無印良品で買いました。はい。携帯トイレとも言います。で、これもですね、実は、ハイキングでも使えます。使ったことがあります。はい。日本に住んでいる方は、この3つは必ず用意してください。水と食べ物とトイレです。それ以外に、持っておくといいものはたくさんあります。私のウェブサイトにリストを載せておくので、興味のある人はぜひ見てみてください。これはもちろん無料で公開しておきます。で、ここからは私が持っているその他のものを紹介していきます。これも無印良品で買ったんですけど、持ち出しセットというものを買いました。何が入っているかというと、ヘッドライト。そのままですけど、頭につけるライトですね。と、エマージェンシーシート。これはブランケットの代わりになりますね。あと、その床に敷いて、座ったりすることもできます。あとは、マスクだったり、絆創膏とか、除菌シート。何か物を拭いてきれいにするために使うものとか、ボディシートも入ってます。で、その他、正直何を買ったらいいかわからなかったんですけど、私はハイキングをするので、ハイキングであったらすごく便利だなと思うもの。手袋ですね。手袋。でもこの手袋は私たちは軍手と言います。ファッショナブルなグローブじゃなくて、この実用的な軍手ですね。掃除したりガーデニングするときに使うような手袋、軍手を買いました。あとは、髪が洗えなくなるのが嫌かなと思って、水のいらないシャンプーシートも用意しています。あとは、これは面白い商品だったので買いました。指型歯磨きシート。水を使わずに歯磨きができるシートですね。で、指に装着して、装着っていうのは指につけるんですね。簡単に磨けます。だからもしかしたら、シートだけど、形が、さっきみたいにグローブみたいになってるのかもしれないですね。面白いです。その他には、ベッドの近くに靴を用意しています。スリッパでもいいです。ガラスとかがあって、結構歩けなくなることもあると聞いたので、近くに靴を用意しておきます。で、最後にですね、これは日常から使っているんですけど、ガスコンロ。ガスで動くコンロを用意しています。これはキャンプの時なんかにも使うんですけど、私は家で料理する時も時々これを使います。食べ物とかトイレとか、そういう防災グッズをこの、リュックサックに入れておきます。で、何かあった時、すぐに、持ち出せるように、しています。それ以外では、これから買った方がいいなっていうアイテムがあります。一つはラジオ。電気が使えなくなると、スマホも使えなくなっちゃうので、ラジオもあった方がいいなと思っています。
で、その手でぐる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 回して聞けるようになるラジオもあるらしいんですよ。それもちょっと、買おうかな、どうしようかなと思っています。あとは普段から使っているんですけど、もちろんモバイルバッテリーもあった方がいいと思います。ここまで話したグッズの呼び方はたくさんあります。最初に言った防災用品って呼ぶこともありますし、防災グッズと呼ぶこともあるし、特にリュックサックなんかは非常用持ち出しなんて呼ぶこともあります。でも、あんまり難しく考えず、言いやすいものでいいと思います。防災グッズとか防災用品でいいと思います。で、その防災グッズ、防災用品をどこで買うか知りたいですよね。はい。私も結構いろいろな、ウェブサイトとか見て研究しましたね。でも結局、その防災セットとか防災キット、リュックサックになってるやつでもういいんですけど、プラス何か自分に合うものを買った方がいいと思います。すべてが入っているものはないですし、自分が持っているものも時々ありますね。なので、そのリストを見て、自分が必ず欲しいと思うもの、必ず用意しておきたいものを買った方がいいと思います。中身をチェックした方がいいと思います。私はオンラインショッピング好きなんですけど、やっぱり実際に手に取ってみたいタイプでもあるんですね。そういう人は、日本に住んでる方はオンラインではなくて、実店舗で見て、もし店員さんがね、優しそうな人だったら聞いてみるのもいいと思います。実店舗っていうのは、オンラインのショップじゃなくて、リアルなショップのことですね。で、どんな実店舗に行けばいいかというと、まず一つ、ホームセンターですね。ホームセンターっていうのは、名前で言うと、カインズとか、コーナンとかですね。あと、都会に住んでる方だと、ロフトとか、東急ハンズとかにも売っています。ちょっと安く揃えたい人は、100円ショップ、ダイソーとかですね、にも売っていると思います。探しにくいかもしれないんで、そういう時は店員さんに、防災グッズどこにありますか？や、防災グッズどこに置いていますか？って聞くと案内してくれると思います。はい。では次に情報ですね。その災害が起きた時、情報をどうやって手に入れるかですね。まず、災害が起きる前に自分の住んでいる町の避難所を確認してください。避難所っていうのは自分たちが逃げる場所です。みんなで集まって、安全に災害からちょっと離れるためのところです。普通は、その地域の小学校だったりすることが多いですね。はい。だから住んでいる町、避難所で検索すると、自分が住んでいる場所の避難所が、表示されると思います。ぜひ、災害が起こる前に確認しておいてください。あとは、アプリもあるといいと思います。これは国が作ってるアプリなんですけど、セーフティーティップスっていうアプリがあるみたいです。いろんな言語で情報を見ることができるそうです。はい、これも、災害が起こる前にあった方がいいですね。で、災害が起きた時にそこの情報を自分の言語で読めるのは安心すると思います。はい。自分で防ぐこと、自分ができることをするのが一番大切だと思います。はい。それでは最後にですね、もし日本に住んでいて、まだ、防災グッズ買ってないよっていう人は、今週末のチャレンジを与えます。週末に水を買ってください。1日3リットルだとして、最低3日分を買ってください。1人の人は2リットルのペットボトル6本ぐらいでいいと思うんですけど、家族で住んでいる人はその人数分も忘れないでくださいね。で、チャレンジ2つ目、自分の住んでいる場所の避難所をチェックして、Google マップや Apple のマップに保存しておいてください。はい、今回のエピソードは起こらない方がいいんですけど、もし資源災害が起こった時に皆さんがパニックにならない方がいいかなと思って、作ったエピソードでした、防災に関するエピソードでした。そういう災害が起こらないのが一番なんですけど、起こってもパニックにならないように、
今のうち、平和なうちから、準備しておくのがいいと思います。私も、これから、ラジオを買おうかなと思います。はい。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。